いきなりですが、今日の結論。グレイス・オブ・パラダイスと運動。2時間の過ぎで脂肪を燃やしましょう。私たちの体には、貯める脂肪と燃やして熱にする脂肪。この2種類があります。後者が今日の主役、褐色脂肪。いわば体に内蔵されたヒーターです。そしてここが希望のあるところですが、この内蔵ヒーターは年齢や生活習慣である程度変えられることが分かっています。このヒーターを動かす一番確実なスイッチ、それは薬でも食品でもありません。程よい寒さです。震えるほどでもなく、ちょっと肌寒いくらい。それが一番よく効きます。では植物ではどうでしょうか。ネットには脂肪を燃やす植物が何十種類も並んでいます。でもその大半はマウスや試験管の実験止まり。人の臨床試験できちんと効果が確認されているのは正直に言って実質3つだけです。唐辛子のカプサイシン、緑茶のカテキン、そしてグレインズ・オブ・パラダイス、別名ギニア生姜です。このグレインズ・オブ・パラダイスの燃やす力の正体は6パラドールという成分。実はこの成分、生姜にもわずかに含まれていますが、グレインズ・オブ・パラダイスの方がずっと効率よく取れます。そして実践。狙うのは相乗効果です。グレインズ・オブ・パラダイスを取り、その後軽く体を動かし、部屋を少し涼しく保つ。グレインズ・オブ・パラダイスと運動と程よい寒さ。この3つを重ねること。これが一番伝えたいことです。知識のインプットとしてはこれで十分。ここまででこの動画視聴を終えても大丈夫です。でも面白いのはここからなんですね。なぜヨーロッパが熱狂したこのグレインズ・オブ・パラダイスが一度は完全に忘れ去られたのか。なぜ生姜ではダメなのか。そして人で聞くたった3つの植物という狭き門にどうしてこんなマイナーなスパイスが滑り込めたのか。ここからはその理由と物語を民族植物学の視点でゆっくり楽しんでいきましょう。そもそも話は中世ヨーロッパに遡ります。かつて黒胡椒に匹敵する価格で取引されたある香辛料がありました。イングランドの女王エリザベス1世がワインの風味付けに愛したと伝えられる種子。その名がグレインズ・オブ・パラダイス、楽園の種子です。一度は世界の交易を動かし、そして忘れ去られた。その同じ種子が今全く別の理由で蘇ろうとしています。まずは主役である褐色脂肪をもう少しだけ深く知るところから始めましょう。褐色脂肪組織、英語でブラウンアディポーズティッシュ、略して BAT、BAT。なぜ褐色に見えるのか。その正体は細胞の中にぎっしり詰まったミトコンドリアと豊富な血管です。ミトコンドリアと赤血球が組織を茶色く見せている。つまり褐色脂肪の茶色はエネルギーを燃やす工場がびっしり詰まっている色なんです。ここで鍵になるのが UCP1 というタンパク質です。普通ミトコンドリアはエネルギーを使って ATP という使えるお金を作ります。でも UCP1 はそのエネルギーをわざとショートさせてお金を作らずに全部熱として逃がしてしまう。いわば暖房として燃やしてしまうスイッチなんです。ではなぜ私たちはこんなもったいない器官を持っているのか。ここが進化の面白いところです。褐色脂肪はもともと植物のためでもダイエットのためでもありません。寒さから命を守るために進化しました。体が震える前の段階で熱を生み出す。これを非震え熱産生と呼びます。特に自分で体温を保てない新生児や冬眠から目覚める動物にとって褐色脂肪は生死を分ける器官でした。長い間褐色脂肪は赤ちゃんにしかなく、大人になると消えると考えられていました。ところが2009年前後、PET という画像技術によって大人の首周りや鎖骨の上にも活動する褐色脂肪が残っていることがはっきり示されたんです。これが今の研究ブームの出発点になりました。ただし個人差がとても大きい。最大の要因は年齢です。
褐色脂肪は加齢とともにはっきり減っていきます。さらに体脂肪が多い人ほど少ない傾向、寒い季節の後には増える傾向にあります。人種で決まるのではとよく聞かれますが、年齢や体型、測定する季節の影響が大きく、人種によって違うと単純に言える証拠はありません。インドなど南アジア系の人々が少ないという報告がありますが、今後より正確に分かってくるでしょう。むしろ大事なのは年齢と習慣で変えられる部分が大きいということです。さて、その褐色脂肪を動かす最強のスイッチが寒さでした。私たちが寒さを感じると交感神経が褐色脂肪に熱を作れと指令を出します。すると UCP1 が働いて脂肪を熱に変え始める。どれくらい効くのか。褐色脂肪が活発な人では寒冷刺激によってエネルギー消費が1日あたりおよそ200から400キロカロリーも上乗せされたという報告があります。研究でよく使われるのは19度くらいの涼しい部屋に薄着で2時間。震えるほどではないマイルドな寒さです。実はこの程よいマイルドなストレス、そういう考えが植物の話ときれいにつながっています。ここからが民族植物学の出番です。寒さと同じように褐色脂肪のスイッチを押せる植物成分がいくつも見つかっています。代表は唐辛子のカプサイシン。カプサイシンは下にある熱センサー TRPV1 という受容体にくっつきます。このセンサーは本来43度以上の熱いを感じるための装置。ところがカプサイシンはその熱センサーを科学的に騙して押してしまう。だから唐辛子を食べると本物の熱でもないのに汗が出る。そして同じ仕組みで交感神経を介して褐色脂肪を動かすんです。この熱センサーを押す仲間には辛くないカプシノイド、ミントのメントール、生姜の辛味成分、そして今日の主役グレインズ・オブ・パラダイスもいます。もう一つ別ルートとして緑茶のカテキンやブドウのレスベラトロールといったポリフェノールも別の経路から燃焼モードを後押ししてくれると考えられています。ここで最初のまとめでお伝えしたことを思い出してください。これだけ候補があっても人の臨床試験で効果が確認されているのは実質3つだけ。カプサイシン、緑茶カテキン、そしてグレインズ・オブ・パラダイス。マイナーでほとんど知られていないこのスパイスが実は数少ない人で確認された仲間の一つだったんです。ではグレインズ・オブ・パラダイスの正体に迫りましょう。学名はアフラモング・メレゲタ。生姜科の植物です。面白いのは使う部分。同じ生姜科でも生姜やウカンは根系、地下の茎を使いますよね。でもグレインズ・オブ・パラダイスで使うのは根ではありません。種、種子です。地際に咲いた紫の花がふっくらとした鞘になり、その中に赤褐色の小さな種がびっしり。乾かすと黒胡椒の粒にそっくりになる。だからメレゲッタペッパー、ギニアペッパーと呼ばれ、胡椒の代わりに使われてきました。種子を使う生姜科という意味ではカルダモンが近い親戚です。原産地は西アフリカの熱帯雨林、セネガルからカメルーンにかけての湿った沿岸の森です。あまりに重要な交易品であったため、現在のリベリア周辺の海岸はグレインコースト、種子海岸と呼ばれたほどでした。名前についても一言。グレインと聞くと英語で穀物を思い浮かべますが、もともとグレインは粒、種という広い意味。砂粒もグレインオブサンドと言います。パラダイス、楽園がついたのは中世の見事なブランディングでした。本当の産地はサハラ砂漠の向こうに隠れ、ヨーロッパの人には出どころが見えない。どこか遠い楽園から来る香りが高い貴重品という神秘性が
価値を釣り上げたんです。ところが栄光は長く続きませんでした。1498年、バスコ・ダ・ガマがインドへの回路を開くと、本物の黒胡椒が安く大量に手に入るようになります。胡椒の代用品だったグレインズ・オブ・パラダイスは存在意義を失っていく。さらに新大陸からは唐辛子も入り、競争に拍車がかかりました。とどめはイギリス、ジョージ3世の時代、議会がグレインズ・オブ・パラダイスをお酒に使うことを禁じる法律を作ったんです。ビールやお酒の風味付けが主な市場だったため、輸入は一気に崩壊。こうして楽園の種子は歴史の表舞台から静かに姿を消したのです。そして現代、クラフトビールやジン、北欧のお酒、グルメ料理でこの忘れられたスパイスが再評価され始めます。そこへ全く新しい理由が加わった。それが脂肪を燃やす種としての再登場です。その燃やす力の正体が6パラドール。ここでよくある疑問。生姜に似た成分があるなら生姜でいいのでは？鋭い質問です。確かに6パラドールは生姜にも含まれます。でも生姜の主役はジンゲロールという別の成分で6パラドールはごくわずか。一方、グレインズ・オブ・パラダイスは6パラドールを特徴的に多く含む。だから6パラドールをしっかり取りたいなら生姜よりグレインズ・オブ・パラダイスが効率的なんです。サプリの原料に生姜ではなくグレインズ・オブ・パラダイスが選ばれるのもこの含有の差が理由です。では人の臨床試験で何が分かっているのか。2013年、札幌の研究チームは抽出物を一度取っただけで褐色脂肪が活発な人ではエネルギー消費が上がることをペット画像で示しました。2014年の女性の研究では1日 30mg を4週間でエネルギー消費が増え、内臓脂肪の面積が減った。2021年には褐色脂肪の働きが落ちた人でも続けると熱産生が回復し、体脂肪が下がる傾向が見られました。そして2022年、一番新しい大きな試験では6パラドールを標準化した抽出物を過体重の成人が12週間摂取し、エネルギー消費が約 18% 増加、内臓脂肪も減少しました。ただし正直にお伝えすべき注意が3つあります。1つ、この2022年の試験では脂肪だけでなく筋肉などの上脂肪量も減ってしまった。ただ取るだけでは筋肉も落としかねない。2つ、この試験は抽出物を作る会社が関わっていて、利益相反を割り引いてみる必要があります。3つ、多くの研究は人数が少なく、効果はあくまで穏やかです。この正直さこそがこの趣旨と上手に付き合う鍵になります。ここで最初の結論がようやく一本の線でつながります。褐色脂肪を動かす最強のスイッチは寒さでした。そして寒さも運動も軽い植物の刺激も共通点があります。どれも体にとって程よいストレスだということ。体は適度なストレスを受けるとそれに適応して強くなろうとする。寒さ、運動、そしてグレインズ・オブ・パラダイスのようなほのかな絡み。それぞれ違う入り口から同じ脂肪を熱にするモードへ働きかける。だからこそ組み合わせると相乗効果が期待できるというのが研究から見える妥当な読み方です。だから最初にお伝えした実践に戻ります。グレインズ・オブ・パラダイスを料理やお茶に少しだけ、胡椒の代わりに使えば味のアクセントにもなります。取った後は散歩でも階段でもいいので軽く体を動かす。筋肉を守りながら燃焼モードを後押しする。そして部屋を少しだけ涼しく保つ。震えるほどではなくちょっと肌寒いくらい。種子と運動と程よい寒さ。この相乗効果こそが狙いどころです。サプリ一粒で寒中水泳に勝とうとしないこと。植物の力は穏やかです。
でも寒さや運動という生活の中の刺激と重ねたとき、その穏やかな一押しが初めて意味を持ち始めます。中世の人々が胡椒の代わりに使った一粒の種が500年の眠りを経て、今度は脂肪を熱に変える暮らしのスパイスとして私たちのところに戻ってこようとしている。民族植物学的に見ればこれはとても美しい巡り合わせだと思います。最後に一言だけ。これは健康情報であって病気の治療を約束するものではありません。持病のある方、妊娠の方、薬を飲んでいる方は必ず専門家に相談してください。忘れられた植物シリーズ、次回も予定しています。気になった方はチャンネル登録と高評価で応援してください。それではまた次回の植物が咲く森でお会いしましょう。